ね、絶対無限って言うと、ちょっともう、ピンとこないかもしれませんけど、仏がついてくるなとおっしゃる。思ってください。仏は本当ついてくるんです。そして仏はこの仕事をやるとこのくらいの貢献をするから、そしたらもうそんな苦労させないで永遠に養護にこれを楽をさせてやろうと、こういうように考えるんですな。考えるって初めからそのあれだ。そうするとその年齢が来ると本人も死んだくないね。一家眷属がね、死なせまい死なせまいと思って日本一のお医者さんをはべらしてね、死ないようにしてケアしてる。そして一生になってみんなが見ているのにね、見てる前に心をスーッと抜いてしまう。そうするとそれ抜いてしまうとね、この物質はね、もう向かいがピタッと止まってしまう。そうなるとね、お医者さんご臨終ですとおっしゃるね。お医者さんご臨終ですとおっしゃったら、そのまま置いたらね、これね、物質ですからね、これは腐ってしまいます。そんなもんなったら持っても帰ってもあるからいいからね。これは何とかして片付けます。この片付けるのも、これは国によって、あるいは民族によって、みんな方法は違います。私たちの知っているところでは大体仮想ですけどね、とにかくもう腐らないようなものに変えてしまうんです。そうして今度はその抜いた心、それは結局魂ですわな。その魂はどうするかというと、魂は抜いたらここへパーッと広まってしまうんです。もうなくなったと思われるから知らんけども、形が変わってずっと今度は広くなって全体に交わってしまうんです。なぜ交わるかというと、もともとその大きな絶対無限のその細胞の分身を分身が人間の中に入ったんだから、死んだらそれはね、また元のとかこうっと還元するということです。なくなりませんよ。朝ね、ハスの田んぼへ行ってよう見てますとね、こんな大きなハスの葉っぱのね、周囲に細かい中にずっと水滴があるんですね。それを長いこと見てますとね、だんだん膨れてくるやつがあってね、重くなってくるとコロコロってして入りますからね。こうなったらもうなくなったってなくなりませんよ。ここへ来ただけだから。ほんならどれやったらもうそれはわからない。マシッとしますこの大きなおそうだ。それと同じことです。スーッと抜いたらパーッとこう広まっちゃう。ね、なくならんからこれを仏法の方でもね、霊魂の不滅っていううまいこと言いますな。そういうことね。今度は死んでしたってその霊魂がここへ溶け込んでしまったら、それはどうなるかというと、これは仏になるんです、ね、仏になるとね、また社会ちょっとこう出てこられるようになるんだそうですな。あれ私は出てきたことないから分かりません。そうなるんですよ。それはどういうことかというと、シャバには自分の可愛い家族やら、ね、恋人やらがみんないるんです。だからそういうものにできるだけいいことを持ってってやらないと思っては、そいつは考えていいことを考えてばっかりいるんです。なも極楽が言いませんでしたが、でもとあと仏になってしまうとね、いつもかも椅子かなんか座布団の上からちょーんと座っていつまでもいるんかと皆さん思ってるでしょ。そんなことはしませんよ。
こんなことなら帰っていく様にいた方が面白いですな。今なんだ千の風とかなんとかって歌流行ってますな。あれなんかね、お墓の前には泣かんといてください、そんなとこには私いませんからっていうこと言うけど、本当ですよ。あんなとこ、私も死んだあんなとこにはいません。とてもしゃがないですよ、あれは。あれ正直だと思いますよね。とにかくそういうことで、それから仏はね、いいことを持ってってやらなと一生懸命になって働いてるんです。そしてはね、今度はいいことを持ってきてくれる。そういうのはね、幻想栄光といって仏教の方ではちゃんとそういうことまであるんですよね。私は今仏法を話してるんじゃないんですけど、私の言うのとそれでちゃんとうまい具合に合うようにできてるんだからね、あんまり笑ってもらえませんな。とにかくそういうことで、それからは私がなんか楽しいことがあるとかね、いいことがあるという時は、その幻想英語をしてくれた私の親だとか、あるいは奥さんだとか、そんなのがね、私のとこ持ってきてくれるんです。だから私はいいことがある。そういうことになるんだそうです。